カズネチャンネル始まるよ。こんにちは、カズネです。本日はキッチンカウンターの DIY をした様子をお送りしたいと思います。以前もね、こちらの動画で作っているところというよりは出来上がった様子をお伝えしております。一度ね、キッチンカウンターできているんですけど、なぜもう一度 DIY をしようかなと思ったかというと、一番の理由は電子レンジの配線に危険な箇所があったからなんですね。キッチンのルームツアーをした時にお伝えしたんですけど、市営住宅というのは基本的にコンセントを増やすことができないんですね。我が家も電子レンジに関してはコンセントの近くに置くことができなくて、延長コードを2本使っていたんですけど、ちょっとこの2本使うということがとても危ないという情報をいただきました。視聴者さんからの情報でも延長コードが熱くなったなんていうことをお聞きして、ちょっと怖いなと思いまして、せめて1本でなんとか対応できないかなと思いまして、そもそもの電子レンジの位置を変えるというのが今回の目的です。ただ位置を変えるということはもうね、キッチンカウンター全体を変えなきゃいけなくて、だいぶね、大掛かりになってしまったんですけど、危険がね、回避できるっていうことが一番大事かなというふうに思って、今回の DIY をしております。で、今回結構長くなりましたので、予定では3回に分けてお伝えしたいと思います。まずその電子レンジの台がね、ちょっとね、大きすぎたっていうこともあって、こちらの柱を取り替える作業と、3段スライドレールの位置をもう少しね、移動したくて、こちらの移動作業をしたいと思います。また、私ね、別にDIY に関しては、プロでもなければ、何か知識があるわけでもないんですね。正直余裕がないんですよ。気持ちの余裕がないんです。作業中は基本的に無言か愚痴ってるかのどちらかです。なのでね、大した説明っていうのはできなくてほとんど文章になってしまうんですけど、その点ご了承ください。また、狭い場所で作業しているので、あんまりね、明るくこう照らすこともできないし、かといってカメラもね、こう近づけても逆に影になってしまったりして、とても難しい角度もあってお見苦しいとこあると思うんですが、そちらの方をどうかご了承ください。それではキッチンカウンターの DIY スタートです。新しい柱ですね。まずこちらが高さ40センチのものです。と、その上に 11.7 センチ。こちらを追加して棚を新しく作ります。はい、じゃあ上に、電子レンジを戻してもらいます。はい、よろしく。はい、ありがとう。はい、とりあえず棚が OK。はい、これからここのカラーボックスの棚を少し変えたいと思います。以前で食器棚の紹介した時に3段スライドレールをつけたんですが、それがここです。こんな感じで動きます。このね、棚板がね、ほとんど外に出るタイプのものになります。ここに炊飯器があったんですけど、炊飯器は今使っていないのでありません。代わりにここに洗いかごを置きたいと思ってて、ここに洗いかご置くのはいいんですけど、高さに問題があります。洗いかご入れてみました。これをね、スライドさせます。中身が入っていない時は問題ないんですけど、ここがね、ちょっと狭いんですね。今ね、一番上の板ないんですよ。天板がすぐあるのでいらなかったんで取っちゃったんですよ。今度ね、ここの一番上に棚板がつくので狭くなっちゃうんですね。それなので、もうちょっと下に全体的にずらしたいと思います。
ただこうなるわけじゃん。だからこれがダメなの。これダメなので、これを思い切って外しちゃいます。後でこっち側を外します。でこういうことだよね。下穴開けるかな、やっぱり、曲がるから。これ1、2、こっちも同じね。よいしょ。得意のダイソー。ダイソーでも十分使えるんだよ。それ何をやったわけ？これね、これ以上打ち込まないようにする印なの。本当は専用のね工具もあるんだけど、この方が簡単でしょ。そうで、さっきの下穴を印つけたところをやる。こうドリル穴。こういう感じ。下穴を開ける。はい。で、はい、こっちも同じくね。はい、穴開きました。で、こっち行こうかな。これかな。あんまり打ち方が上手じゃなくて、すげえムカつくんだけど、自分の下手くそ加減に。自分です、自分。ギスギス。よし。こうだよね。じゃあ、オッケー。よし。はい、移動完成。やったー。この作業を2度目やるとは思ってなかった。個人的にきついです。で、この一番上にもちろん板を乗せるんだけど、まだこれがあるんで作業ができません。ここが、こうなる。棚が入ります。こっち側はなくなっちゃう。そうで、この辺のものはまた違うところに入ります。ここまでは OK。 ああ、疲れた。じゃあ次。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。